これ変えるとね、割と変わりますね。より綺麗にななります。よりなりますね。特に長い髪の毛は重要ですね。ちょっとチェックします。一番高いので12万円しますからね。エプロナイザーはちょっと12万までいかなくていいけど、その間ぐらいでいいですけど。8万のやつもいいですよ。とかあるんで。いけそう。そう、それは一回試す価値あります。本当ですか。はい。今日は最初に言った無敵時間さんがね、スポンサーしてる回なんですよ。はい、でずっと後ろにお二人、はい、いていただきましたね。アンバサダーのお二人がね、はい、せっかくなのでこう映しておきましょうということで、はい、お二人アンバサダーのお二人です。高菜さんと稲見さんが今日いらしております。はい、じゃあ高菜さんからね、はい、ちょっとせっかくなので去年の東京ゲームショウでね、ハルさん、はい、シャオユ、ね、俺どっかであったかなと思って今日はシャオじゃないですけど、はい、コスプレもやってて、実はそうですよね、シャオユやってます。昨年のゲームショーでシャオユの公式レイヤーとしてステージに立たせていただきました。ね、で実はものすごい喧嘩っ早いんですよね。喧嘩っ早くはないんですけど、はいはい、そんな入り方メインは一応プロボクサーとして今活動しようとしています。そうなんですよね。デビュー日決まったんでしたっけ？これからでなかなかやっぱ女子って発表できる場も少ないんですよ。はいはいはい。でなかなか試合が組まれにくくてまだなんですけど、ちょっとそれに向けて毎日練習してます。ちなみにボクサーやりたいと思ったきっかけは何ですか？もともとその芸能活動を長らくやってたんですけど、はいはい、体作りだったり何か特技が欲しいなっていうので、アクション女優さんとかにも憧れた時代があって、はい、でキックボクシングとか総合格闘技始めたんですよ。なるほど。でプロのライセンスだったら面白いなっていう、軽い気持ちからもう選手を目指そうっていう。そうだったんですか。ライセンスはじゃあもう取っちゃったんですよね。はい、すごいな。そうなんだ。じゃあやっちゃうわけですね、バシバシと。そうですね、今日も練習終わりに来ました。構えはオーソドックスですか？そうですね、オーソドックスでやってます。すごいな。ほら、かっこいい。世の中の男性の皆さん変なねハラスメントしたら殴られますよ。そうババンと。高菜に気をつけろ。ババンと。気をつけろ。でも今もうだからその芸能事務所かモデル事務所みたいなのに所属されてるんですか？今はもうフリーランスで活動してて。フリーランスなんですか？はい、個人でお仕事いただいてます。その髪の毛は地毛を染めている？そうです。毎回ピンクが一応トレードマークというか。そうですよね。いつも。そうなんです。なので、どこかしらにピンクが入ってるっていう髪型にしていて。これ相当手間暇かかってますね。そうですね。ちょっと一番お金かけてますね、頭に。でしょうね。いやこれね、ちょっとカメラどう伝わるかわからない。これ半端ないなと思って。でグラデーション入れてるでしょ。そうです。でこっち側がピンクで、こっちの後ろが。いや俺ね、すげえ手間かかってんなと思って見てました。これは大変だと思う。これケアもしっかり実はしないと割と傷むんで、だから相当しっかりやってますよね。髪質相当よく保ってるんで。そうですね。もうずっと派手髪なんですけど。ね、派手髪なのにかなりよく保ってますね。素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしいな。二次元キャラに憧れてずっとこんな感じ。二次元キャラっぽいですもんね。ありがとうございます。これでボクシングってギャップが面白い。いいですね。はい、じゃあぜひ高菜さんの X をぜひ皆さんフォローして、いろんなね、いろんな活動を本当応援してもらったら彼女ももっとやる気になると思いますので、はい。いやでボクシングの試合見たいな、早く。本当ですね。応援行きますよ。見たいな。デビュー日決まったらお伝えさせていただきます。ありがとうございます。ぜひ頑張ってください。はい、もう一人アンバサダー稲見さんです。はい。僕からやったと思ったら、実ははい。印ができるということは。はい、X でこの国密度をちょっと印をやらせていただきました稲見です。皆さんよろしく。でこうやってね、普通の女の子に見えますけど、太極拳の先生やってるんでしょ？そうなんです。実は太極拳の先生がメインの職業でございます。もう何年ぐらいやってらっしゃるんですか？もう22、3？そんなに？そんなにやってます。僕の母親が、もういい年、もちろん80代でいい年なんですけど、まさにその20何年ぐらい太極拳の先生がずっとやってて、その20何年前に始めて、なんか中国まで行ってわざわざ
習ったりもして、門下生ね、一時2000人ぐらいいたんですよ。すごいですすね。ごかったんです。そう、やろうと思ったきっかけなんですか？やろうと思ったきっかけは、もう幼稚園くらいに遡るんですけど、いやなんか見たわけじゃないけど、急にカンフーやりたいって言い出したことがきっかけ。なんか見たんじゃないですか？そうと思って、でも親も何も見せてないし、自分たちも全然興味なくて、じゃあ前世ですね。前世が太極拳の達人だったんですね。多分そうだと思います。で、日本の女子に生まれちゃったんでしょうね。なんかたまたまそれでじゃあ日本でやるかみたいな。なるほど。そうなんですよ。だから格ゲーが後なんですよね。なるほどなるほど。はい、でそれどっか道場というか、その師匠がいて入ったわけですよね。そうなんです。そこで実は意外と地元に日本で一番有名な中国人の先生がいたんですね。で中国の伝説のチャンピオンだったんですけど、その人がいて、たまたま転校してきた友達がそこの生徒さんだったんです。ああ、そうだった。それで紹介してもらって入ったのがきっかけですね。ああ、じゃあ国光というよりかはフェンエイの方だったんですね。どっちかっていうね、太極拳で。はい、ちょっとカンフー系で。そうなんですか。でも今やもう教える側ってことですもんね。中学生くらいの頃から先生になりたいと思って、ちょっとそのために大学でちょっと体育とか運動指導を学んで、その後にわざわざそうなんです。鍼灸師でちょっと国家免許で体も鍼灸師そう免許制ですもんね。そうなんです。鍼灸師の免許持ってるんですか？鍼灸師でもあります。すごい。まさに東洋の。そうです。東洋系のいろいろ秘術が使えるタイプの。そうなんです。すごいですね。はい。それでちょっと全部取って、もうそこから先生をやる。ぶっちゃけそれだけで絶対食えるじゃないですか、もう。いや、それを一本で行きたかったので、もう全部計算してやりました。いや、いけますよね、はっきり言って。しかも、その年齢でそこまで極めてると、ここから伸びるしかないわけだから。いや、そこからです。すごいね。そうですよね。すごいな、いいな。それで、やっぱり格ゲーも好きだったんで、ちょっと再現とかも、やってるってことですね。やってみようかなって思って。だからあんなに動けるんだ。なるほど。素晴らしい。知らなかった。太極拳の先生だったとは。素晴らしいです。ありがとうございます。やっぱぬるくなってない。やっぱいいじゃないですか。すごい保温されてる。なんか飲みたいわ。もともとそのバーをやってた人が、この美味しいものを出したいって言ってこれを考えたらしい。さすがですね。本当の職人、本当の原田のバーじゃなくて本当のバーの方の人たちが考えたものらしいんで。私含め私の周りの鉄拳プレイヤーたちにまさかのベビーブームが到来しています。2人の娘さんのお父さんである原田さんが今まで購入した育児グッズでこれ買ってよかったなと思えるグッズがあれば教えてください。また寝かしつけで困っています。何か良い方法はありませんか？いや、これ別れは子供によるから、だってどんなに子供を育てたことあるって言ってる人でも3人とかさ、多い人でも5人とかせいぜいでしょ。そんな20人もね、50人も100人も育てた人はいないわけで難しいよね、これはね。でも今ありましたけど、マジで鉄拳プレイヤーとか e スポーツシーンで結婚した子供できたベビーカーで会場に来るってめっちゃ増えてますね。あるんだけど、これね面白い。子供によって全然苦労具合が違うんですよ。揺らさないと寝ない子だったり、もうそんなの関係なく寝てくれる子だったり、うちなんて2人だけど2人全然違ったの。1人目なんか何もしなくていいぐらいの子で、2人目で急に世の中で言われてる典型的なことが起きるみたいな、2時間ごとに起こされるとか、なんかそういうのは子供によるので、なんとかただ絶対必要なのは車のベビーシートとかチャイルドシートとかジュニアシートはちょっと大きくなったかなって言われるもんだけど、車結構乗ること増えると思うの、逆に言うと。子供を育ててると車でね移動したくなることってかなり増えるので、それはいわゆる道路交通法でも必須と言われてるものあるじゃないですか。ただそれは買わなきゃいけないもんなんだけど、結構盲点なのは
お出かけした時はなぜかタクシーとかで抱っこ紐とか抱っこするみたいなことになっちゃうわけじゃないですか。あと海外行くと拒否られる場合もあるんですね。ベビーシートがないからみたいな。ってことが結構起きるんですよ。これ出先で。でこれ盲点なんですよ。なのでその時用にこんなねコンパクトなベビーシートあるんですよ。こうパカって広げてそのベビーシートベルトの位置がうまくいくと、まあそれはねベビーって超新生児とか無理なんだけど、ある程度首が座って座れるようになってきたらこれをつけるといいですよみたいなのがいくつかね実はあるんですよ。そういう種類が。中央のシートでしか使えないものとか、限定されるんだけど、一応外出先のタクシーや海外とかのタクシーでもそれをちょっと設置する時間があればできるっていうのがあるので、そういうのは買っといた方がいいですね。とっさの時に結構そっか旅行行くけど、もしくは実家に帰って実家の車使うけどこんなごっついの持っていけねえよなって時に役に立ちましたね。だから子供の安全グッズは常に考えた方がいいんじゃないですか。あとね、抱っこ紐あるでしょ。抱っこ紐ってみんな買うと思うんだけど、横向きにできるやつも流行ってるの最近。で何よりもその機能の問題じゃなくて、それも安全の問題で、結構あんのがお父さんにしろお母さんにしろ何かを拾ったりとかする時に子供が逆さになって落ちる。いやこうやってれば大丈夫だと思うけど、子供が変に動いたりとかしてスルンってすり抜けて頭から落ちて首の弱いし頭弱いから、それで結構変な、重傷になったりとかいう事故ってずっと続いてて、でその落下防止のが最近増えてはいるんだけど、結構その子供のサイズとかによって、あと海外のもの買っちゃったりすると合わないとかもあるから、それをしっかり見極めて、ああいう逆さになって落ちないやつ、それは絶対買った方がいい。おんぶと抱っこ派ってないんですか？あるんだけど、おんぶは例えば妻と夫婦でいて、例えば洗い物してる時に俺がおんぶしてて誰かがもう一人見れる状況だとおんぶの方がいい。おんぶの方が楽じゃんやっぱり。手前で作業、洗い物の水とかかかんの嫌だからいいんだけど、基本は前で抱っこの方がいいですよ。あ、そうなんですか。だって子供の様子見れるもん。俺抱っこされてた記憶ないんですよね。だから昔はおんぶ流行って、なんでだったら、おんぶだった。いわゆるそれで作業するから農作業もするし、洗い物もするし、掃除もするし、だからおんぶが多いけど、前の方がいいですよ。それは前の方がパカって今どうしてるか、寝てるとか、なんか上向いてなんかずっと上向いてるとか様子も見れるし、絶対前の方がそれいいし。でも一番やばいのが自転車でこれやっちゃいけないんだけど、抱っこ紐で前に入れて自転車漕いでるおばさんとか、うわー最悪じゃないですか。お父さんとか結構見るのよ。これ絶対やっちゃいけないんですよ。最悪ですよあれ。あれ危ないですね。もうやっちゃダメ。原田ズバーに呼ぶゲストはいつ誰が決めているんですか？また呼びたいと思っているゲストはお二人にいますか？ゲストは2人で話してるよね。そうですね。あと最近ちょっと呼んでもらえないんですかみたいなオファーはあるよね。はい、はいはい、ちょこちょこ検討中です。それはあるのと、あと呼びたいけどなかなか呼びにくいとかもあるよね。そうなんです。一応ここ数ヶ月で原さん忙しいけど、原さんが来て収録できる時はやっぱ e スポーツとかゲームの色は濃いめなゲストっていうのはこだわってたので、呼びにくいけど意外とさっと来てくれたのが桜井さんとか、でも呼びにくいわけじゃなくて意外と気さくに呼んでほしいみたいなタイプだったとか、そういうのがあるし、入りにくい。だから例えばほらデビルメイクライ作ってたあとベヨネッタとか、神谷さんとかは俺 LINE つながってるんで呼びたいんだけど、本拠地大阪なんだよね。そうなんです。だから呼びにくいとか、東京に来ますかみたいなとかはありますね。そうで、だから突拍子もないなんか大物芸能人とか急に呼ぼうとか言い出して言いますよ。何の脈絡もないそんな大物呼んできてどうすんだみたいな。なんか呼べそうって思うんです。いやいや、そんなことはない。今時何でもお金かかるんですから。一応ね、僕が今じゃあね、その来る来ないは別にしてですよ、呼びたい人ね、一人いるんですよ。誰？
流血ばっかりしてるプロレスラー知ってます？なんか言われたらわかるよ、なんと。葛西潤。はいはいはい。あの人とめっちゃ喋りたいんです。それはお前が喋りたいだけ。あなたが喋りたいだけでしょ。いやいや、でもバーにも合うかな。合うとは思うけど。一応。いや、俺びっくりしたのほら、鉄拳がザ・ラストロックスターズって。はいはい。ね。吉木とハイドさん、杉蔵さん、宮城さんのバンドですよ。まあコラボして楽曲やってるじゃないですか。作ってもらったじゃないですか、楽曲。それが発表された時にYOSHIKI さんとかハイドさんって呼べますかねって普通に言ったでしょ、あんた。即ね。呼べるわけないじゃん、そんなの。呼んだら来ますかねって。俺はもちろん直接会いましたよ。すごくいい言い方でしたよ。びっくりするぐらい。なんかの表紙ってあるじゃないですか。生きてて表紙って。なんかの表紙でなんで行こうかみたいなタイミングってあるかもしれないかな。いや、それなんか逆に怖いな。とんでもない歌詞ができそうでなんか。ということは原さんこういうことやってもらえるんですよねとか言われそうで怖いな、なんか。いや、YOSHIKI本人は言わないですよ。YOSHIKIさんはね、周りはうるさいかもしれないけど。いや、絶対周りが止めるでしょうね。なんかほら、ああいうのって勢いだから、彼らは。なるほど。やっぱゲストで出る時なんかテレビなんかなかなか出ないじゃないですか。そうね。あれ多分ゲスト出演は勢いで決めてると思いますよ。そうかな。だと思いますけどね、あれ。俺YOSHIKIさんは飛行機でも一回一緒になってるんですよ。なんか喋ってましたね、収録中ね。でその飛行機はすごく居心地が良かったんですよね。居心地がなんかおかしいな、気流が乱れるところ飛んでない気がするみたいな。YOSHIKI 乗ってる。これパイロットが気を忖度してるのではないかみたいな。YOSHIKI 乗ってるしな。すごい安定してましたね。多分それはすっごい礼儀正しい人で、まあたまたま僕もアップグレードされていい席だったんですよ。で斜め前がYOSHIKIさんでしょ。で当たり前だけどあの方は正規料金で乗ってらっしゃるので、僕はアップグレードだけど、まあ降りるタイミング、そこのエリアは俺ら2人ぐらいしかいなかったんですけど、当たり前ですけど CA さんYOSHIKIさん優先させて降ろしたいじゃないですか。俺荷物をって降ろして待ってたらYOSHIKIさんが前通る時に「すみません申し訳ないです」って言って「いや腰低い」そうね「ああいやとんでもないです」って言って先行ってもらったんだけど、そんな感じなんだと思って。まあいいの。なんかむしろどけとか言ってもらった方がなんか俺YOSHIKIどけって言われたことあるんだよって言わない言わないんですよね、あの人ね。すごい繊細な方で。あ、そんな感じなんですね。優しさ溢れてますからね。ただ面白い共通点は2人ともサングラスだった。そうね、確かにね。じゃあ、原さんが若い時に苦労したこととその苦労したことが今になって生きたことってありますか？苦労は分かんないですけど、自分が本来すごく嫌だと思ってるけど親に期待されてるからとか親がやった方がいいとか言ったことを真に受けてやったことは良かったですね。生きてますね。